歴史的に大規模な地震が繰り返し発生している南海トラフの周辺地域では、次の大規模地震に備えてさまざまな防災対策が進められています。地震の多くは前触れなく突然起こるものであり、日頃から備えておくことは地震防災の基本です。南海トラフ地震では大きな被害が想定されていますが、建物の耐震化や津波からの早期避難など、個人でも取り組める対策により被害を大幅に軽減できることが見込まれています。また、南海トラフ沿いでは大規模地震が時間差を置いて発生するケースが確認されています。そのようなケースを念頭に、大規模地震の可能性が普段よりも高まっていると判断された時に発表されるのが南海トラフ地震臨時情報です。これは地震が起きると予知するものではなく、備えを強化する合図です。この合図が出た時、あなたはどう動きますか？臨時情報は地震の予知情報ではありません。現在の科学技術ではいつどこでどれくらいの地震が起きるかという未来を正確に予測する地震予知はできません。臨時情報は大規模地震の可能性が普段よりも高まっているという今の状況を知らせる情報なのです。地震の可能性が高まっていると考えられる状況をお知らせし、実際に地震が起こった時に一人でも多くの命を守り、被害を少しでも減らすことを目的としてこの情報は発表されます。南海トラフ沿いで大きな地震が発生した場合などに、南海トラフ地震臨時情報の調査中が発表され、地震に対する調査が行われます。その結果を受け、巨大地震注意もしくは巨大地震警戒が発表された場合、1週間や2週間の防災対応が求められます。注意なのか警戒なのか、またその時どこにいるのか、それによってあなたが取るべき行動は変わっていきます。臨時情報が発表された時、防災対応を取るべき対象者は防災対策推進地域にいる方々です。巨大地震注意は大規模地震の可能性が 1% 程度まで高まっている状況で、1週間の防災対応が求められます。安全な避難場所や避難経路、ご家族との連絡手段の確認、家具の固定、非常食などの備蓄といった日頃からの地震への備えの再確認、また枕元に靴を置いて寝るなどのすぐに逃げられる体制の維持、非常持ち出し品の持ち歩きといった特別な備えを実施した上で社会経済活動を継続します。一方、巨大地震警戒は大規模地震の可能性が 10% 程度まで高まっている状況であり、2週間の防災対応が求められます。巨大地震注意と同じ対応に加えて、初めの1週間は津波の到達が早いなど、地震が起きてからの避難では間に合わない地域に対し、事前避難が呼びかけられます。臨時情報が発表されるような状況では、デマや不確かな情報が SNS で拡散される可能性があります。自らの命は自らが守るという心構えを忘れず、見聞きした情報すべてを鵜呑みにはせず、正しい情報を自ら選ぶことが大切です。正しく恐れ、備えよう。臨時情報はあなたが動き出すことを知らせる合図です。その時、あなたはまず何をしますか？もしもの時に迷うことのないよう、やるべきことをあらかじめ決めておきましょう。もしも今、あなたのもとに南海トラフ地震臨時情報が届いたら、最初にこれを自分に問いかけてください。私は今どこにいて何をすればいいのか。ここからは臨時情報を受け取った後、あなたが取るべき行動を確認していきます。
巨大地震注意が発表された場合、この情報は南海トラフ沿いでマグニチュード7以上の地震が発生した場合などに発表され、その後に大規模地震が発生する可能性が高まっていることをお知らせします。先に起きた地震により一部の地域に強い揺れや津波が発生しているものの、被害は広範囲には及んでいない。多くの地域では大きな被害が発生しておらず、揺れを感じていない地域もあることが想定されます。そうした中で1週間の間、次の地震に備えるための防災対応が求められます。巨大地震注意での防災対応の考え方は、予定をやめてすぐ逃げるではなく、いつも通りを続けながらいつでも逃げられるようにしておくこと。日常生活や仕事を止める必要はありません。安全な避難場所や避難経路、ご家族との連絡手段の確認や家具の固定、非常食などの備蓄といった日頃からの地震への備えの再確認、また枕元に靴を置いて寝るなどのすぐに逃げられる体制の維持、非常持ち出し品の持ち歩きといった特別な備えを行い、普段通りの生活を続けましょう。ここで一つ質問です。あなたは家の中や勤務先で落ちてくると危ないものをイメージしたことはありますか？身近な場所ほど危険が潜んでいるものです。地震は明日来るかもしれません。早めに落下防止などの対策をとっておきましょう。巨大地震警戒が発表された場合、この情報は南海トラフ沿いのプレート境界でマグニチュード8以上の地震が発生した場合に発表され、その後に大規模地震が発生する可能性が巨大地震注意よりも高まっていることをお知らせします。先に起きた地震の震源地に近い地域ではすでに甚大な被害が発生し、地震による被害が少なかった地域でも津波警報などが発表、沿岸部には避難指示が発令されている、そういった状況が想定されます。巨大地震警戒での防災対応の考え方は地域によって異なります。地震が起きてからの避難では間に合わない地域では安全な場所に事前避難する。それ以外の地域ではリスクは回避し、いつでも逃げられるようにしておく。先に起きた地震の被災地域では応急対応が取られている中、それ以外の地域では高いリスクは回避しながら、できる限り日常生活や仕事を継続しましょう。巨大地震警戒では2週間の間、巨大地震注意と同じ対応を実施することを基本に、初めの1週間は地震が起きてからの避難では間に合わない地域に対して事前避難が求められます。事前避難が必要な場合、対象地域には避難指示などが発令されます。この際の避難は、まず知人や親戚宅への避難を検討します。あらかじめ頼れる先を確認しておきましょう。それが難しい場合は、地域の避難所への避難を検討します。なお、先に発生した地震により大津波警報や津波警報が発表され、津波避難タワーなどに一時的に避難している場合は、まずはその避難を優先し、警報が解除または注意報に切り替わった後、臨時情報に伴う事前避難を始めましょう。事前避難の避難所運営は避難者自身が行うことを原則としており、避難生活に必要なものは各自で準備することが基本です。避難訓練などを通じ、日頃から地域住民で協力できる体制を構築しておく必要があります。事前避難の期間は1週間です。その後の1週間は巨大地震注意と同じ対応を続けましょう。南海トラフ地震臨時情報は、地震が起きると予知するものではなく、備えを強化する合図です。逃げる準備をする、逃げる先を確認する、避難すべき時はためらわずに避難する。臨時情報の期間中、大規模地震が起きなくても
取った行動は空振りではなく、未来のための素振りであるという心構えをする。南海トラフ地震はいつかやってきます。その時のあなたの運命は、日頃からの準備やいざという時の情報の活用によって変えることができます。さて、この動画を見終えた今、もしも南海トラフ地震臨時情報が届いたら、あなたは何をしますか？